皆さんこんばんは。今回の動画はスタバのスイーツフードを、実際に食べたんですけど、その中で、気に入ったものを家でも作って食べようかなと思って動画に残しました。見た目はやっぱりスタバのものがいいんですけど、私は今回、ギルトフリーっていう健康的な部分を一番に考えて作ってみました。詳しく言うとグルテンフリーだったり白砂糖を使わなかったり、あとは体に悪いと言われている油、マーガリンやショートニングを使わずに作ってみました。スズムシの声が聞こえる一番最初に食べたスタバの秋のフードはこちらのマロンパウンドケーキでした。ここのスタバはテラス席はペットも OK なので、よくワンちゃんとかがいます。9月のお月見シーズンだったんですけど、こんな感じで全然月が見えなくって、この丸い緑の女神様を満月の代わりに見て食べました。栗のパウンドケーキスタバの秋にぴったりなドリンクカップをゲットしました。来ました。こんな感じです。栗のパウンドケーキです。こちらは豆乳とコーヒーの氷で作ったドリンクです。秋っぽく上からシナモンパウダーをかけてみました。いただきます。これはギルトフリーな感じで作っております。やっぱりスタバだと思いっきり砂糖が入ってたりしているので、お家で作るときはなるべく体にいいもので作りたいなと思って作りました。なんでまず小麦粉は入ってないのでグルテンフリーになります。で、小麦粉の代わりに使ったのが米粉、それからココラパウダー、アーモンドプードルの3つを粉は使ってます。で、白砂糖も使ってないですね。白砂糖フリーです。白砂糖の代わりに使ったのは天才糖です。白砂糖よりもゆっくり血糖値が上昇していくのでおすすめです。こういう風にスタバで売っているマロンパウンドケーキみたいに膨らまなかったんですけど、しっとりした味がします。で、私はこういうラテだったり飲み物なんかはゆっくり飲みたいタイプなので、氷が溶けて薄まっちゃうんですね。なのでこういう風に、コーヒーの時はコーヒーの氷とかを入れて味が薄くならないようにして飲んでます。今日もお仕事帰りにスタバに寄ります。すごいレアです。今日は一番楽しみにしていたスタバのフード、パンプキンのバスクチーズケーキをゲットしました。さっき店員さんがレアですって言ってたのは、このバスクチーズケーキは発売当初はすごい売り切れ続出だったみたいですので、この日の夕方にこのケーキが残っていたのはレアですっていう意味で、そういう会話をしてました。まさかスターバックスでバスクチーズケーキが食べれるなんて思ってもみなかった。で、このパンプキンのバスクチーズケーキはチーズケーキっていうよりもかぼちゃのケーキって言った方がしっくりくるかなっていうくらいかぼちゃの味がしっかりしてました。でもちろんチーズケーキなのでチーズの味もするんですけど、バスクチーズケーキ、バスクっていうよりはベイクドチーズケーキに近いような感じの食感です。あとスパイスも入ってるような風味がします。ご覧の通り小麦粉は使わずにこのかぼちゃで作っております。できたよ。ちゃんと焦げ目がつきました。熱が冷めたらこれは冷蔵庫に入れといて明日食べます。
いきれいに切るんだったら、この包丁をちょっとお湯で温めたらきれいに切り口がカットされる。こんな感じでレシピによると200度以上の温度で焼かなきゃいけないんですけど、私の電子レンジが180度までしか使えなかったんですね。でも焼く時間を長くしたらちゃんと焦げ目がつきました。そして普通に綺麗にカットできました。やっぱりこの色が可愛い。お砂糖は今回も天才糖を使いました。いいよ。今回は可愛らしいかぼちゃのスコーンをオーダーしました。甘くってかぼちゃの味もしっかりして美味しかったです。あと飲み物はアーモンドミルクラテなんですけど、こうやってタンブラーを持ち込んで入れてもらいました。そうすると保温が結構効いて長い時間あったかい状態で飲むことができます。アウターを着るぐらい寒い季節になってきました。さあではかぼちゃのスコーンを作ります。ホクホク米粉を使います。米粉が足りなかったのでおからパウダーを入れます。形を、ではこれを180度じゃない200度の温度で20分に焼きます。種はこの分野で買いました。出来たてを味見してみました。全く甘みが感じられません。やっぱ見た目もなんか素朴な感じなので、ちょっとこういう風に試作してこんな感じで次は焼いてみようと思います。これね、甘さも足りなかったので上からココナッツシュガーと蜂蜜と片栗粉を混ぜたやつとちょっとかけました。ソースみたいな感じで、その後に塩味、しょっぱさもあった方がいいなと思ったので塩もパラパラっと上からちょっとかけました。1回目のスコーンよりはちょっとおしゃれに映えるようになったかなと思います。そして今日はアイスコーヒーです。いただきます。昨日作ったんですが、もう一回レンジで温め直しました。こちらのパンプキンスコーンもスタバの本物とちょっと見た目が変わりました。その分かぼちゃの種は多めにトッピングしました。小麦粉が入ってない分ずっしりした重みです。なんか適当な量で作ったので、なんか甘さが足りなかったかな。粉系は、かぼちゃと米粉と、あと米粉が足りなかったので、おからパウダーを入れました。で、糖分は蜂蜜入れて、この上にかかってるのはココナッツシュガーですね。で、ちょっと全然物足りない味になったので、上から塩を入れました。今回3種類作ったんですけど、やっぱバスクケーキが一番簡単に作れて美味しかったです。結構ね、ご飯系な感じになりました。でも結構ヘルシーにできましたね。あとバター、今回バターも入れてます。私は油物はバターはそんなに控えてるわけじゃなくて、むしろそのマーガリンとかショートニングは極力食べたくないなって感じです。どうしてもコンビニのスイーツとか菓子パンを買っちゃうとマーガリンショートニング食べちゃうんですけど、本当は極力食べたくないですね。心疾患のリスクが7倍になったりとかそういうのはあるので、